今回は主人公デンジの師匠にあたるキャラクター、岸辺について解説していきます。この動画の内容はチェンソーマン第1部のネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。まずは岸辺のプロフィールを紹介していきます。岸辺は、公安、大麻、得意一課所属のベテランデビルハンターで、得意課襲撃の後、サムライソードとの戦いに備えて、デンジとパワーの稽古をつけるために登場しました。口の左側にある縫い目が特徴で、身長は作中に登場するキャラクターの中で最も高く描かれています。年齢は50歳を超えている初老の男性ですが、若い頃はかなりのイケメンだったようです。家族関係は不明ですが、高校生デビルハンターの吉田博文とは、非常に顔や雰囲気が似ているため、何らかの血縁関係があるのではと考察されます。岸辺と吉田は顔の造形が似ているだけでなく、蹴りを放つ際の戦闘モーションや、身につけている装飾品などにも共通点があります。岸辺は最強のデビルハンターを自称しており、デンジとパワーを二人同時に相手にしても圧倒できるほど、高い実力を持っています。また、酒、女、悪魔を倒すことが好きだと語っており、悪魔の心臓を持つデンジと魔人パワーを、壊れないおもちゃと称するなど、エキセントリックな言動も目立ちます。岸辺は基本的に無表情なキャラクターですが、初対面のデンジとパワーとのやりとりでは、二人の言動が、デビルハンターとしての適性の高さを感じさせるものだったため、わずかに笑顔を見せています。このように登場時は捉えどころのない人物でしたが、根は人情家であり、育てた犬が死ぬたびに酒の量が増える、と語っています。戦闘訓練を施したデンジとパワーのことは、かなり気に入っている様子で、おもちゃにも情が湧く、と発言するなど、優しい一面も見せています。そんな岸辺ですが、過去にはデンジとパワーの先輩にあたる、姫野や秋の指導も担当していました。こういった経歴から、多くのキャラクターが岸辺のことを、先生や師匠と呼んでおり、本人も先生と呼ばれると気持ちいいと気に入っているようです。主人公のデンジも、岸辺の意向に沿って、先生と呼んでいます。岸辺は、まともであることはデビルハンターの弱点、と考えており、頭のネジを外す目的で、恒常的にアルコールを摂取しています。この行為は、アルコールを飲まないとまともなまま、という岸辺の性格を、逆説的に示しています。ここで岸辺のモデルについて紹介していきます。岸辺のモデルとして最も有力なキャラクターは、漫画、殺し屋1に登場する、柿原正夫です。柿原は常軌を逸した狂人で、縫い目のある顔と左右に裂けた口が特徴のキャラクターです。岸辺と柿原の共通点は容姿だけではありません。柿原の武器は針であり、これは岸辺の契約する針の悪魔と重なります。次に岸辺の強さについて見ていきます。岸辺は最強のデビルハンターを自称してるだけあり、作中でもかなり高い戦闘力を持っています。デンジとパワーに二人がかりで襲われた場面では、いとも簡単に返り討ちにしており、4人の魔人を同時に相手にした状況でも、軽々と二人を生け捕りにするなど、他のデビルハンターとは段違いの実力を見せています。ちなみに戦闘では契約悪魔の力を使った描写はなく、主にナイフや蹴りで対応しています。また防御力も異様に高く、デパートの高層フロアから落下した際も、ダメージを受けている様子はありませんでした。岸辺の強さは、上司にあたるマキマからも一目を置かれています。マキマとの会話では、立場が上のマキマが岸辺に対して敬語を使っており、また、わざわざお礼を言うために料亭で食事をするなど、その他のデビルハンターとは別格の人物として認識されているようです。ちなみに岸辺はマキマに対して敬語を使っておらず、その歪な上下関係が岸辺の強さを物語っています。次に岸辺による稽古について見ていきましょう。岸辺はマキマの依頼を受けて、デンジとパワーの稽古をつけています。デンジは不死身の体、パワーは半不死身の体をそれぞれ持っているため、岸辺による修行は、スパルタを超えるほど激しいものとなりました。不死身のデンジに至っては、この修行で1日に20回以上も岸辺に命を奪われたため、頭がおかしくなってしまいました。このように岸辺の厳しすぎる修行を受けた結果、デンジとパワーは頭を使って戦うことを覚えます。デンジとパワーの頭を使った戦いですが、実戦当初はうまくいかなかったものの、最終的には岸辺から100点をもらえるほどに成長しています。デンジとパワーの強さを格段に向上させた、岸辺の指導力はさすがと言えます。第1部のラストバトルで、デンジがマキマを倒すことができたのも、岸辺による教えのおかげと言えるでしょう。次に岸辺の契約悪魔について紹介していきます。
クアン氏の魔人、ピンツィの能力によって、岸辺が契約している悪魔は、爪の悪魔、ナイフの悪魔、針の悪魔、の3体であることが明らかになっています。爪の悪魔については、エルム街の悪夢というホラー映画でモチーフとなっており、また、ジョジョの奇妙な冒険では、キラヨシカゲという悪役が収集していたことから、恐ろしさや不気味さを強く与えるものと言えます。ナイフの悪魔については、ナイフそのものの殺傷能力が高く、恐怖を印象づける存在です。また、ハロウィンというホラー映画では、ナイフを手にしたキャラクターが恐怖の象徴として描かれています。最後に針の悪魔ですが、ソー2というスリラー映画で、注射器の敷き詰められた落とし穴が描かれるなど、こちらも恐怖の暗喩としてたびたび活用されています。このように岸辺は能力の高い悪魔と契約していますが、ピンツィからは、契約で払えるような代償が体に残っていない、と言われており、実際に一度も悪魔の力を使った描写はありません。長年のデビルハンターとしての職務で代償を払いすぎたため、このような状態となってしまったと考察されます。次に岸辺とクアン氏の関係について見ていきましょう。岸辺とクアン氏はかつてバディの関係だったことがわかっています。女好きの岸辺が美人のクアン氏に一目惚れをして、9年間にわたって片思いをし続けていたようです。コミックス第8巻の巻末ではその様子が描かれていますが、9年の歳月が顔に現れている岸辺に対して、クアン氏は全く変化がありません。このことからクアン氏は岸辺と初めて出会ったタイミングで、すでに弓矢の悪魔の心臓を持っていたと考察されます。作中で明言されていませんが、武器人間図のように悪魔の心臓を持った人間は、不死になるだけでなく不老という体質も獲得すると考察されます。デンジの身体的な成長が描かれるのかどうか、第2部でも注目です。また、この二人ですが、9年間もバディを組んでいただけあって、戦闘描写にも共通点が見られます。その例として、二人の蹴りの動作が全く同じです。デンジを蹴る岸辺の姿と、吉田を蹴るクアン氏の姿は、完全に一致しています。また、岸辺は久しぶりに再会したクアン氏に、マキマを倒す協力をしてほしいと持ちかけたり、クアン氏を安全に逃がす手立てを考えているなど、今でもクアン氏に対して特別な思いがあるようです。一方でクアン氏も憎まれ口を叩いているものの、岸辺に殺されることがないようにアドバイスをしています。残念ながらクアン氏とその魔人は、岸辺の目の前でマキマの手によって葬られてしまいましたが、この時の何も見たくねえという岸辺の言葉は、強い絶望と心が折れた音を感じさせました。最後に岸辺の立ち回りについて見ていきます。チェンソーマン第1部のラスボスであるマキマは、登場した当初こそ人間のように振る舞っていましたが、銃で撃たれても直後に復活する異様性や、根源的恐怖の名前を持つ闇の悪魔と対峙しても、全く動じる様子がないなど、明らかに人間ではないことが示唆されていました。しかし公安に勤めるデビルハンターの多くは、そんなマキマに対して疑いの念を抱くこともなく、頼れるリーダーとして接していました。しかしそんなマキマの正体を、ただ一人、岸辺だけは把握していました。岸辺がマキマに向けて放った、人間様の味方でいるうちは見逃してやるというセリフは、マキマの正体を知っているからこその発言でしょう。ストーリーの終盤では、マキマが人間の味方ではない行動をとったため、この言葉通りに対マキマ対策部隊を組織して、マキマを襲撃しています。この部隊はマキマに敗れてしまったものの、岸辺自身が生き残ったことで、デンジの最終的な勝利に一役買いました。また、マキマが岸辺を支配しなかった理由についてですが、この点には謎が残っており、岸辺はマキマより格上だった。マキマは岸辺を支配する必要がないと思っていた。といった理由が考察されます。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。デンジがマキマを倒した後、岸辺は中国に転生した支配の悪魔、ナユタを秘密裏に回収して、デンジに託しました。デンジにナユタを預ける際、岸辺は俺はこれから忙しくなると語っています。おそらく日本の防衛力の要であったマキマを失ったことで、公安内部でも様々な問題が起きているのでしょう。そのため第2部で登場するのかは不明ですが、デンジの師匠としての登場を期待してしまいます。以上で岸辺の解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。
チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。